ーし、うまくいったな。これで番組を乗っ取ったぞ。2周年記念特番が始まると思ったら悪いが、少しの間付き合ってもらうぜ。視聴者のみんな、高宮由紀だ。おい、石山、お前も挨拶しろ。なんなんだこれは一体どういうことなんだ。とにかく挨拶した方が良さそうだ。自分は肘山貴俊です。おい、ロボット、お前も挨拶しろ。みんなのアイドル CG だ。よろしくな。ってアミッケ、この茶番はというわけで、みんなの兄貴お姉さん、アトラスと同い年の35歳だよ。13騎兵防衛権2周年記念特番が配信されるということで、出張版という形で番組を乗っ取ったんだよっていう茶番です。じゃあ今回紹介するのは13騎兵防衛権のグッズなの？それからあの人は誰？アトラスの新しい社畜かな？怖いよ。本当は真面目なんだけど。そういやどうも皆さん、こんにちは。13騎兵防衛権肘山貴俊役の石井孝之です。お邪魔しております。よろしくお願いします。本物の声優さんなの？アトラスはとうとう新入社員のストックがなくなったのかよ。っていうか本物の声優さんでこんなにこわもてとかありかよ。なんてこと言うんですか。可愛らしいじゃないですか。人材確保はどこも大変なのよ。でもこのタカちゃん、タカちゃんっていう顔じゃないか、石井氏がどうしてもやりたいって立候補してくれたの。僕無理やり連れてこられて。さあ、初めてのお友達のためにも説明するね。この番組はアトラス大好きなアミッケお姉さんがアトラスの商品のグッズを紹介する番組だよ。なるほど。そして俺は番組のマスコットヒーホーくんだ。そしてよし、俺もこのビッグウェーブに乗るしかないな。よし、みんなアトラスバニラ大好きお兄さん34歳アシスタントのタカちゃんです。元井石です。よろしくお願いします。ちょっと待てよ。アミッケお姉さんより年下か？年下でしたね。残念ながら年下でした。年下かよ。すいません。いやでも今日は仲間ですよ。そうね。そうですよ、仲間ですから。だいたいこうアトラスと同い年だからね。そうです、私たそうですち。はい、一緒です。じゃあ石グッズ紹介行ってみよう。任せておけ。あなたのテレビに直ネット届かみんなの欲の友。アトラスストアチャンネルアミッケとタカちゃんの13騎兵防衛権2周年記念グッズご紹介。はい。2周年記念グッズがいっぱいだ。よりどりみどりですよ。ねえ。はい、では早速グッズの方を紹介していきたいと思います。素敵な記念イラストが描かれました2種類のキャラファイングラフ。13騎兵防衛権2周年のために書き下ろされましたイラストを、高品位美術印刷技術。高品位美術印刷技術。ありがとうございます。キャラファインによって高精細美麗に再現されております。本当に綺麗だもんね、これね。すごいです。キャラクターたちをカラフルかつ、ポップに描いたこちらが A タイプのイラストとなっております。うわ、確かにこれさ、なんかずっと見ていられちゃうね。こちらですね、13騎兵の主人公以外のキャラクターたちがメインに描かれてるんですけど、見てください、こちらミワちゃんがドセンターを飾ってるんですよ。可愛らしいでまミワちゃん。たなんかこう食べてるところがいいよね。そうですよね。やっぱ彼女のこう推し部分の一つとして美味しくものを食べてそうなんですよ。そしてもう一つなんですけども、こちらですね、主人公の一人である東雲涼子さんを幻想的に描いた B タイプでございます。
いやこれやばいって。すごいですよね。本当綺麗ですよ。透明感もすごいし、はい、花の立体感そうです。ゲーム内でみんなも感じてきたと思う光の美しさが、そうなんですよ。絵でもこの再現されてるっていうのが、もうイッツバニラマジックです。だねはい、涼子さんはですね、前回のキャラクターランキングでも1位を獲得してます。マジか。そうなんですよ。人気あるんですよ。みんな東雲先輩が好きなのか。どっちも飾っててね、味が違うから、はい、ぜひ2枚飾るよな。そうですね。な。あみきお姉さん、こちら持ち運べたら嬉しくないですか？そんなこと可能なの？額に入ってるし、これなんか持ち運ぶとちょっと縁起でもない感じに見える。縁起、いや見て。涼子、なんでや涼子。学生服がなおさらちょっとあれじゃん。持ち運べるってどうなの？こちらですね、持ち運ぶのにおすすめしたいのがクリアファイルですね。ああ、そういうことか。はい、こちらも2種類ございます。後ろ見てほしい。はい。なんか散ってんだろ。こっち側にプリントされるね、花びらなんだよ。なるほど。チリじゃねえんだわ。チリじゃない。そう。やばないこれ。そうなんですよ。そっちはそっちは。こっちもなんですけども、2周年のために書き下ろされたイラストをクリアファイルにしたんですけど、お得なセットとなっております。それはそれでめちゃめちゃいいね。はい、こっちの裏側が好き。バニラフーズです。子供の頃さ、こういう感じのシールさ、売ってたのさ、すごいありましたよね。憧れなかった。駄菓子屋とかでありましたよね。私すごい欲しかったのにお母さん買ってくれなかったから、そういう絵の小物への憧れがものすごい好き。すごいわかる。筆箱とかにめちゃめちゃ貼ってました。そう。これもうなんか仕事とか関係なしに普通にくれ。僕もくれ。くれ。ちょうだい。買う。続いてご紹介いたしますのは3種類のアクリルキーホルダーです。こちら。待って、この形でも持ち運べるの？そういうことですよ。3種類？そうですよ。もう1個は？こちらでございます。かっこいいですよこれも。そのイラストは何なの？13騎兵防衛権リミックス&アレンジアルバムザ・ブランチェットのジャケットイラストを使用した1点、計3種類のアクリルキーホルダーとなっております。ジャケットイラストがそうなんですよ。めちゃめちゃかっこいいですよねこれ。はい。めっちゃいいわ。確かに。はい。私はこういうところにつけるの好きなのよ。全然あみきお姉さん全然いいですけど。あるでしょ。僕がつけたらやばいことになる。やってみ。よくさ、メガネチェーンしてる人いるじゃん。行っちゃいます。ここ行っちゃう。で電車がプシューって開いて、そうこうつり革にこう。最高に似合ってる。これいいですか？めちゃめちゃいい。喋ってる時にめちゃカチャカチャさえずってくるんですよこれ。涼子がすごいカチャカチャ言ってくるんですよこれ。それな、アフレコ現場でやったら出禁になるな。出禁ですね。石井さん、なんかものすごいノイズ乗るんですけどって言われる。ペーパー乗りました？すいません、ペーパー乗っちゃいましたかねみたいな。ずっとここカチャカチャ言ってるみたいな。もう二度と呼ばれなくなるやつだよな。キーホルダーは13騎兵の可愛さ、美しさ、かっこよさの3種類が詰まっていて、とてもお得なグッズだな、ヒーホー。はい。いたの？います。今ずっといます。ずっといますから。やっと働いたね。全然忘れてたわ。可愛らしい DJ 仕様じゃないですか。そうね。可愛らしいですよ。はい。いたのか。じゃあ続いてご紹介したいのがこちら。記念イラストやパッケージイラストのほか、ロゴやイメージビジュアルなどを盛りだくさんに詰め込んだ A4 サイズのステッカーとなっております。欲しかったやつ。そうですよね。さっき言ってましたもんね。いやマジで振りじゃないんだよ。さっき言ったの。これあるって知らなかったよ。プレステ4とかにも貼りたいですもん僕。写真かと思うぐらいのさ。そうですよね。この辺ちょっと本当に素晴らしいのよ。写真じゃないのよこれ。お腹すく。バニラ飯。バニラマジック。最高です。食べ物のステッカーはお腹が空いてきちゃうよ。ヒーホー、働くからね。ちゃんと働くからね。ヒーホー。あみきお姉さん。はい、これまで記念イラストを使用したグッズを中心に紹介してきましたが、次も、イラストを使用したグッズを紹介したいと思います。どれだ？13騎兵防衛権1周年記念プレミアムトークイベントで先行販売された2種類のビジュアルアートボートです。こちら大好評につき、一度完売したんですけども、再販が決定いたしました。ありがとうございます。いやこれは本当
当にいいよね。アートですよね。ねえ飾っておきたい。で各キャラのさ、個性がもうこの段階でもう出てかなりるんですよ。ね。はい。ゲームやる前はさ、どんな感じなんだろうって思っていたのがさ、そうですゲームやった後に見るとまたちょっと印象が変わって見えるっていうのがいいよね。もうそれザ肘山くんですね。あ、肘山くんなんてもう見てください、これがもうパイプ椅子に縛られてやめてくれって楽しむわけですよい。や本当だよね。そうですよ。あんな変態野郎だとは思わなかったよね。こんな変態野郎でした本当に。すいませんでした。あとさ、変態ついでに言うけどさ、そうなんですよ石井氏がそれを持っているといけない感じがただのするね。変態なんですよ。いいでしょっつって。美しいよ。美しいですよ。これ僕のプレステ4のホーム画面これですから。マジか。なんで裸なんだっていうのもね、実はクリアすればちゃんとわかることなんでね、一応重要なイラストなんですよこれ。ただの変態でした。すいませんでした。本当に面白いなお前。ありがとうございます。はい。このイラストはドキドキしちゃうよな。はい、続きまして今や手放せなくなりましたマスクのご紹介となります。ダマスク。そうなんですよ、マスク。もうね、はい。マスクはね定番商品になりつつあるよね。今回もすごいいいね。黒っていいですよね。かプリントの色味のミントグリーンって言ったらいいのかな。っこいいんですよ。ねえ。ヒーホー今日無理だな。尻尾可愛い。ちょっとやんちゃな感じもしますよね。クールなデザインの布マスクとなっております。はい。高宮さんが大好きな南大好きな夏のなっちゃんのスタートマーカーになぞらえまして、はい。この右方の部分にスタートの文字が右こっちはい入っております。そして左の方にひょっこりと出てる BJ もポイントとなっておりますね。黒マスクかっこいいな。俺も欲しいな。普段は俺がつけてるのにな。こちらも生活で役立つグッズとなっております。2周年を記念しましたステンレス製のオリジナルボトルとなっております。ボトルね。そうなんですよ。スマートなボディで持ち運びやすいのはもちろん、はい。もう保温保冷効果ももう群抜でございます。群抜。群抜で群抜。群抜でございます。そしてこちら見てください。はい、スタートの文字が入りました。はいアクリルチャームがね、もうこれもね気分を盛り上げてくれること間違いなしでございます。おー、いいね。もう単純にかっこいいですよね。うん、めちゃめちゃいい。 13期系のロゴってすごいかっこいいんですよ。さあ、あみきお姉さん、うん。名残惜しいんですがいよいよ最後のグッズの紹介となります。2周年記念オリジナルパーカーが登場です。いや、引っ張ったね。ずっと気になってたんだよ。これですよ、これこの時点ではい、可愛くない？色合いがね白地に可愛らしい。そうミントグリーンと言いますかそう、青緑。おしゃんですよ。表来ました。こはい、うパーカーね、ちゃんと。はい、こちらなんですが背中に大きくロゴがあしらっておりまして、はい、おい。そうなんですよ。そして、ポケットやね袖のこの英語の部分とかも、はい、ここもねすごいこだわった作品となっております。どなたでも着用できるフリーサイズとなっておるので、このダボとかだったら女子は下デニムとかで合わせる感じかな。スキニーとかみたいなね。はい。僕は最近ジョギング夜にしてるのでほ着たいですね。ジョギングするときにダメでした？う。いや、これを着て夜中にジョギングしてる姿を想像したら、はいやべえなと思って。あれやばくない？何ですかおまわりさん、何ですかおまわりさん、歩いてるだけですよおまわりさん、何ですか？おしゃれなパーカーだな。俺も着れるかな。フリーサイズヒーホー。グッズ紹介は以上だ。特番を楽しみにしているみんな、待たせて悪かったな。この後はいよいよ2周年記念特番のスタートだ。いいじゃま、お前も特番に出演するんだろ。あとは任せたぞ。おうって高宮、貴様は出ないのか？悪い、ちょっと野暮用でな。それは残念だな。よし、あとは俺に任せておけ。しかしのべつ枠なしに喋ったからか腹が空いてきたな。こんな時に焼きそばパンがあれば。何かいい匂いがするぞ。では映像をスタジオに戻すぜ。このまま戻すの？こんなにカオスの状態でまだなんか
カオスだよ。クンクンしてるよ。戻すの？いいよ。何の匂いだ。わかった。それじゃあまたな。バイバイ。バイバイ。 MC を務めます磯っちこと声優の磯村智美です。本日ついに2周年を迎えたアトラスとバニラウェアが送る珠玉のドラマチックアドベンチャー13騎兵防衛権。この番組は視聴者の皆さんと一緒に13騎兵防衛権の2周年を楽しく盛り上げていきたいと思います。番組はですね、生配信ではなく事前に収録された番組になります。コメントには反応できませんのでご了承ください。また番組ではネタバレになる内容も含まれております。こちらも合わせてご了承ください。それでは本日のゲストの皆さんにご登場いただきましょう。今日は何を食べて帰ろうかな。ソフトクリーム、クレープ、肉まん、焼き鳥、ホットドッグ、あ、焼きそばパンもいいかも。そういえばクレープ屋さんが開店2周年記念で焼きそばパンみたいな新メニューを出したんだっけ。気になる。焼きそばパンだと。そこの女学生、詳しく聞かせてくれ。あなたは誰ですか？俺は肘山貴俊。すまんがそのクレープ屋とやらに連れて行ってくれないか。俺の主食焼きそばパンがどこも売り切れで途方に暮れているんだ。頼む。あ、腹が空いて力が出ん。いいですけど変わった人だな。13騎兵防衛権2周年記念特別番組。なんだか本編にはないコンビで始まりましたがというわけで本日の最初のゲストは13騎兵関連の番組初登場のこの方です。はい、どうも皆さんこんにちは。沢渡美和子役の松井絵里子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初。そうなんですよ。やっぱり主人公がいっぱいいるじゃないですか。そうですね。だからなんで今日呼ばれたんだろうと。いやちゃんと理由がありますから。本当ですか？ありますから。ちょっと緊張してるんですがよろしくお願いします。そしてもう一人はですね、13騎兵関連の番組では皆勤賞のこの方です。画面の向こうの沖野。飯はちゃんと食ったか。はい、肘山貴俊役の石井孝之です。本日もお邪魔してます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ、石井さんの、登場の挨拶といえば、全国のキリコさんこんにちはだったと思うんですけど、そうですね。どうしたんですか？全国から始まり世界に行って銀河まで行ったんですけど、この前沖野くん役の田村睦美さんとちょっとお話ししてた時に、田村さんが君は結局キリコなんだってあのイケボで言われた時にもううわーってなったんですよ。なりますね。僕の中の貴俊が吐血したんです。違うって俺は沖野がいいんだっていうもうそうこれだけどうしても今日言いたくて。なるほど、はい、仕事を終えました今日は。ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。松井さん、石井さん、よろしくお願いします。ご存知の方も多いと思いますが、初めて触れる方のために簡単に13騎兵防衛権について説明させていただきます。オーディンスフィア、ドラゴンズクラウンのアトラスとバニラウェアのタッグが送る SF ドラマチックアドベンチャー。2019年11月28日にプレイステーション4で発売され、先の読めない緻密なストーリーへの評価、口コミが拡大していき、一時品薄状態にもなりました。国内外で数々の賞を受賞し、ゲームクリエイターや映像作家などのエンターテインメント業界でも話題となりました。今年の9月に実施したダウンロード版セール時には発売から約1年半経つにもかかわらずツイッターでトレンド入り。そして和製アドベンチャーゲームとしては近年異例の全世界50万本を突破しました。すごい。
2年経ってなおもね人気ですよ。お二人の周りのなんか反響というかそういう声はありますか？いやみんなやってくれてますやっぱり。うんもう焼きそばパン持ってきてくれるんですよ友達が。おおこれでしょこれでしょみたいな。そうこれみたいな。いまさかの焼きそばパンいじりがや僕はもう大好きだったので、もうオーディンスフィアもずっとやってきましたし、もうドラゴンズクラウンも未だにやってますので、いやもう本当嬉しかったですね。みんなやってますよ13期貿易周りの人。松井さんはいかいやがですか？本当に周りのその同業者の方とかも、いやあれなんか収録がすごそうだねっていうあーでも確かに物量がすごいじゃないですか、確かにやっぱりそのキャラクターのそれぞれのストーリーもそうですけど、それぞれのやっぱり掛け合いがどんどんこう謎を呼んでそれが解決されていってっていうのがすごいので、すごい面白いっていう話をよく聞くので、本当に素晴らしい作品に関わらせていただけてありがたいなっていうふうに思います。そんなですね、素晴らしい13騎兵貿易をもうさらにも、今日は深掘りしていこうという番組になっておりますので、まずはこちらのコーナーからいきましょう。徹底解剖魅惑の魅惑。いいですね。魅惑ですよ。なんだいいですよ。いきなり来ましたが、そうですね今回はですねやっぱり松井さんにお越しいただいてますので、ここぞとばかりに美和子いや美和ちゃんにス美和ちゃん。ポットを当てて魅力を再確認したいと思います。わあ、ありがとうございます。いいですね。美和ちゃんに、スポットを当てるっていうのはちゃんと理由がありまして、はい昨年2020年春の週刊ファミ通で行われた13騎兵の特集の人気投票で好きなサブキャラクターランキングに1位は沖野くんだったんですけど、すいませんもうしょうがないですよね。うちの婿がすいません。まあでも沖野くんはもう騎兵とかにも乗っちゃうし、なんならもうそうですね主人公の方かなみたいな、なんかどっちなの、メインキャラクターだなサブなの主人公なのみたいなそういう立ち位置の子ですから。ええ作家の渡辺浩二さんとか、マフィア梶田くんなども美和子いいと言及してますし、言ってましたね。アトラススタッフにも熱狂的ファンがいます。ありがとうございます。というかこれバニラさんの中にも絶対熱狂的ファンの方がいらっしゃってアートが生まれているような気がします。そういうことですよあら、そうなんですね。そういう気がします。ええでお気づきの方もいるかと思いますが、2周年記念イラストでも美味しそうにスイーツを頬張る美和子ちゃんがドドンとセンターに描かれております。かわいい。ありがたいですね、こんな。そうですね。ねえ、もう一番目立つ位置に。そうですね。めっちゃ可愛い。いや、幸せそうな笑顔で嬉しいな。いいですよね。なんかもう可愛い。ゲームやってる時は美和ちゃんがとりあえず幸せでいてくれればもうどんなエンディングでもいいって思いながら途中でそうですね。思いながらプレイしていましたが、うんなんかねイラストも結構変わったキャラクターというか、今までピックアップされていなかったキャラクターがみゆきちゃんとかもいてあそうですね、でもなくてはならないキャラクターたちがっていうそうですねありますね。黒服もいますもんね。黒服たちも。本当だ黒服だ。怖いな。それでは美和ちゃんの魅力についてまとめましたので、ご紹介しましょう。魅力1、健康的わがままバディ。わがままバディです。はい、こちらちょっと映像がございますのでご覧ください。あの惣菜屋の肉まん大きい。いや、大きすぎですよ大きいね。大きいとこじゃない。美味しそう。あの湯気が。腹減る。バニラマジック。あお腹空いちゃう。湯気がいいですね。いやいいですね。お腹空いてきちゃう外な。側そうなんですすっよごくもっちりふわふわ。そうなの。あら。すごい弾力。みんな食レポがうまい。そうですこれね。 2つ買って弾力について語ることないもんな。ないですよね。あんまり自分のことは大違い。かって。生地がすごいんでしょうね。めやけどしちゃうよ。うわちゃめちゃ食べてるな。ービールでいっぱいやりたいな。あの店居酒屋だよね。こんな時間に開いてるの？焼き鳥のテイクテイクアウトしてるのよ。前から食べたいと思ってたのよね。いや、帰り道に焼き鳥ってすごいですよね。なかなか渋いですですよね。JK がしかもそ美味しい。渋い。美味
美味しそう。美味しそうな映像でしたが、松井さん美和ちゃんを演じられて、いかがでしたか？何かこう意識して演じた部分とかありましたらぜひ。実はあんまり美和ちゃんみたいな役柄を演じることそんなに多くなくて、だから最初はそのふんわりした感じがどの程度ふんわりだろうみたいなところがあって、そのさじ加減が結構最初大変だった印象があって、でもやっていくうちにどんどんチャーミングなところが出てくるので、どんどんふわふわ度も上がっていくみたいなところがあって、じゃあなんか物語終盤の方の美和ちゃんはもうブーストがかかってる美和ちゃんっていう。そうなんですよね。ちょっと多分プレイされた方もお気づきかもしれないんですけど、なんかどんどんふわふわしてってないどんどんなんか幸せに満たされてってないみたいな。でもそこがなんかその過酷な運命の主人公たちとのギャップでまた面白いなっていうふうに思いますね。美和ちゃんの存在で、辛いシーン多いんで、そうですよね。息抜きになるではないですけれど、あ、いてくれてよかったみたいな、ちょっと安心のシーン来たっていう感じがね、あって、すごい可愛いですよね、そこが。もし美和ちゃんと実際にお友達になったとしたら、一緒にどんなことをされたいですか？それはもうやっぱり食べ歩きじゃないですか。そうですよね。まさや愚問ですね。もう一緒になんか食べに行きたいですよ。本当にいっぱい食べてくれる子を見守りたいので。わかります。美和ちゃんはやっぱ美味しく食べてくれるから、こっちもすごい幸せな気持ちにもうどんどん食べさせちゃうみたいな、これもこれもみたいな。なんかこう美和ちゃんに食べさせたいお店をチョイスし始めたりとかしてるんですよね。確かに美和ちゃんのためにお店を検索するみたいなちょっと待ってて本当にもうそれこそやっぱお祭りとか行っていろんな出店のやつをやっぱ綿あめとか食べてほしいんですよね。なんかふわふわ美和ちゃんにふわふわとふわふわだみたいな。では続いてはこちらです。魅力2、リアクションが可愛い。確かにわかります。こちらも VTR がありますので、どうぞ。説明してる時間がない。来てくれ。頼む。冬坂。いおりちゃん。ふわーって止まんないなら行くしかない。これ。いろいろな勘違いが。いや違うって。待ち合わせの相手男っちゃ男だけど、いおりちゃんも例の彼がいるし、みんないつの間にか男の子と仲良くなっててちょっとしょんぼり。なんかずるい。困るとあわあわしたりするのがすごくいいですよね。本当に手のなんか表情というか、これがブン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 っていう感じがツンツンしたり、走り姿もなんかちょっと可愛いんですよね。そうなんですよね。なんかポテポテポテみたいな、あれ他のキャラと違うみたいな感じが顕著に出てて、全部可愛い。可愛い。ここもきっとバニラさんのね力の入れどころだったんじゃないかなとか思うんですけれども、続いての魅力を見てみましょう。魅力3、恋に恋する等身大女子高生。確かに今もちょろっと出てましたけれど、そうなんですね。こちらも VTR ありますので、はい、ご覧ください。ゴート先輩、何かご用ですか？グイグイいきますよね。それで先輩は甘いものって好きですか？コート先輩に行けるのすごいですよね。すごいですよね。怖いもの知らず。本当にちょっと壁があるタイプだと思うんですけど。いや、その押してますからね。タジタジですよ。なさってるんです戸惑いが見えるぞ。可愛い。これずっとあっち行っても喋ってるのが可愛いですよね。でもずっと喋ってるのが可愛いんですよね。確かに確かに。ゴート先輩のことはやっぱ最初のゲームの序盤からこう、ゴート先輩とどうなのみたいな感じのがあったんで、まさか会話するシーンがあるとはっていうふうに思いましたね。消極的に見えるタイプなのにグイグイ行くんだ。そうなんですよ。恋に恋するあまり距離感が分かってないなるほど。ちょっと無鉄砲なところもありつつ、仲良くなりたいという一心で行ってしまってる。もうなんかすごい
上がってきちゃうんですよね、気持ちが。あ、なんか喋んなきゃみたいな。可愛すぎる。可愛すぎるみたいな。周りがあんまり見えなくなっちゃってこうなってる感じがすごくみわちゃんいいところですよね。みわちゃんが恋してるっていうのが本当自然な等身大の女の子がかっこいいこう先輩とかにキャーって言ってる感じが出てるので、あれがすごく女子高生の日常感を表現しているなっていう感じがするんで、すごいなんか本筋とのギャップがあってなんか他のみんなにもなんか「え、恋なの？それどうなの？」みたいな感じのいや今そんなタイミングじゃないよっていうのがいろいろ大変な中でクスッとくるあたりですごく清涼剤になってる感じしますね。一個前のお食事シーンとかなんですけど、恋だみたいになってたじゃないですか。実際恋に発展していくんで、みわちゃん実はやっぱり確かにレーダーが鋭いというかこれは来たみたいななんか男の人となんかこうねとみちゃんもね、それは恋みたいになってましたけど。確かに確かに恋だよ。やっぱ言われるとなるみたいな言霊みたいなことがあるんですかね、もしかしたら。みんな意識してなかったけれど言われて意識し始めちゃうみたいな。確かに周りからちょっと言われるとそうなのかなっていうのもあるかもしれないですよね。キューピッドでもあるわけですね。あ、そうなんですね。好きかもしれないけど好きだわみたいな。天使だわみわちゃん。先ほど冷静なゴート先輩がみわちゃんの勢いに戸惑っていて面白いシーンなどありましたが、本編でみわちゃんが誰かにラブレターを渡す、いおりちゃんとねそんな話をしていたシーンがありましたよね。これ誰に出すつもりだったんでしょうか。こちら一度振り返りで映像を見てみましょうかね。はい、どうぞ。いいなって男子一人もいない？みわちゃんラブレター出すの？今週運勢悪いから占いで運勢が良かったら出したの？告白って勇気がいるよね。やっぱちょっと験担ぎがねというねこのシーンなんですけれど、確かに誰に渡すつもりだったのか。確かにこちらバニラウェアさんからあら回答をいただいてまいりました。あるんですか、設定が。はい答えがある。ご紹介したいと思います。はい。ラブレターの話題の際、冬坂や千紗が沢渡にラブレター出しちゃえと林立てたのは網口のことでした。とはいえ沢渡の本命は彼女にとっては甘いもので一番好きなのはどれと聞かれるくらい答えるのが難しいでしょう。甘いものと同じぐらいクレープと肉まんどっちも好きだから、そんなゴート先輩と網口くんはランクつけらんない。そうか、結構ゴータ先輩にガンガン言ってたね。ゴータ先輩かなって思ったんですけどね。どうなんでしょうかね。網口くんもかっこいいですけどね。網口くん言ってダメだったら、じゃあ次はゴート先輩よみたいな。女の子は切り替えが早いから。あ、そうだったんだ。それはいいことを聞きました。なんか意外な感じもしましたが、肘山くんとは本編であまり直接のね関係がなかったんですけれど、出会ってたら美和ちゃんのイケメン枠に入るのか。どうなんですかね。こちらも気になりますよね。気になりますね。だけはもうとにかくイケメンなんでね、肘山くんはとにかくイケメンなんで。確かに。これも聞いてみました。バニラウェアさんに。回答はこちらです。なんと入ります。やったー。ありがとうございます。いやでも沖野がいるから。肘山編で前を通り過ぎた肘山を見て、沢渡が千紗に今の人かっこよくない？というセリフがあります。ああ、そうか。あった。でも美和ちゃん結構男の人のことを今の人かっこいいとか言ってる印象あるんで。確かにこれっぽい感じはなんかありますよね。ありそう。褒め上手な感じもしますね。いや、そうなんですよね。異性のことに対してアンテナがすごい鋭いんですよね、美和ちゃん。確かに。息を吸うように相手を褒めてる気が。息を吸うように。本当に。さらっとかっこいい、すごいみたいな感じがしますね。女子力が高いですね。高いですね。そういう意味では。網口くんとゴート先輩の他に肘山くんもまあ今の通り言われていたり、関ヶ原くんのこともかっこいいと。確かに。
レーダーすごい気ですね。がちょっと気が多いんで。いやでも確かに実際かっこいいですから。そういやですそうなんです。そうですねみんなかっこいいから、うんみわちゃんはもう本当にユーザー目線の意見をなるほど。っていうなるほど一番我々にそうそう近い我々に立ち位置近でい感覚だと思うんですよね。見てくれている。そうなんですよ。やっぱ女性プレイヤーの方はかっこいいってこう、うん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 みんなのことになると思うんで、うん代弁ですよねこれはやっぱり。もう一回こうゲームをプレイするって方はみわちゃんがどこでこうかっこいいって言ってるかをそうですねね確かに。チェックしながらプレイするっていうのも楽しいかもしれないなるほどですよね。。うん最後の魅力はこちらです。魅力4、実は物語に欠かせない重要人物。うん。どういうことなんでしょうか。はいじゃあ VTR もね見てみましょうかね。どうぞ。はーい。彼とうまくいったの？いやどうだろ落ち着いて。かわいすぎ。こんな至近距離で聞こえてるよ。聞いてないふりしてくれてる。優しい。優しい空気を読む。紳士だ。う。みわちゃん。取り乱してごめん。みわちゃんらしいよ。いおりちゃん頑張って。ところでそれだいぶふわふわ度が高いですね。このこの数字何かなってどれどれ？これあれじゃないかしら。このメモの数字がわかるのか。教えてくれ。はいはい確かに。といった感じで気づいたり、あとは千尋を助けることで物語がこうね動き出すといったところもありますんで、重要人物。いやでもそれ以外でもね本当重要なそうですね。やっぱりセクターからこう戻ってきた時にみわちゃんがいなくなったっていうのも一つこの世界の仕組みについて詳しく分かるところですごい面白いですよね。そういう意味ではやっぱりこの普通のその世界のその他大勢をすごく代表してるキャラみ確かにたいな確かに。感じがあって象徴みたいですごく分かりやすくなっているというか美和子の存在によってすごいですね。なんか我々に一番近くて、さらに物語のその他大勢の中の代表であったりとか、なかなか本当に重要な役割というか、そうですよね。うん意図してそうされてるんですかね、やっぱり。いやーどうなんだろなんかあれどうなんですかねみやちゃんを生み出して、いいキャラクターができたな、あれもこれもあれもこれもみたいな、なんか盛られていった感じが私はするというか。でもその感じはありますね。最初に収録してからだいぶ経ってから結構追加の収録がまたあったりしたので、なんかみやちゃん結構もしや出番増えたみたいな感じの愛されてる感じがちょっと印象としてはその収録時もありましたね。魅力的なみわちゃんですが、はい松井さんのお気に入りのシーンがありましたらぜひ教えてください。う。知りたい。いおりちゃんとうさみちゃんとソフトクリームを食べてるシーンがね、これちょっと名言があるんでぜひ見てほしいんですよね。名言。さすがに食べ過ぎかな。何言ってるの？即否定。大丈夫だよ。クリームは溶けるから飲み物。何？気になんてならないよ。なるほど。ちょっとこれは名言がそうですね。ちょっとカレーは飲み物以来のそう名ガチ言がガチのフードファイターが言うセリフですよ。そうなんですよ。でもまあ確かに溶けちゃえば液体なんでそうなんですよね体に入ったら確かに。もう液体なんで確かに水と変わらないかなみたいな。これがやっぱね、おーみわちゃん節みたいな感じです。みわちゃん理論みたいな。みわちゃん理論とこれは名付けたいですね。みわちゃん理論なるほど。せっかくなのでこのセリフを生であら。お願いできないでしょうか。わかりました。いいですかこちらに嬉しい。みわちゃんのみやちゃんだ。みやちゃん。みやちゃんがいるのでみやちゃんをかぶってかぶって。ソフトクリームは溶けるから飲み物。食べ過ぎにはならないよ。うわ可愛い。大丈ー。新しいソフトクリーム買ってくるってなりますよね。 2本目食べるときに今の見てもう一回食べます。皆さんぜひいっぱい食べてください。はいということで、みわちゃんの魅力をたくさんご紹介できたと思いますが、続いては
この人の魅力も掘り下げていきましょう。見せるぜ男気あふれる肘山くん。ありがとうございます来た来た。続いてはですね、石井さんの演じるはい肘山貴俊についてはい、よろしくお願いします。深掘りしていきましょう。いやありがとうございます。もうね、ただもう最近はもうやれ焼きそばパンだ、やれ沖野くんだって言われてるので、ぜひねかっこいいところもそうですよね。男気あふれる掘りまくってください。はい今日はぜひぜひ。肘山くんなんですが、はい週刊ファミ通の人気投票では好きな主人公ランキング1位。ああ、もう本当ありがとうございます。すごい。そして嬉しい昨年の1周年記念生放送では2位。いやありがすとうございます。ごい上位、常にです上位ね、常にトップを争う人気キャラクターで、ミスター焼きそばパンこと肘山貴俊君とミスター焼きそばパン。そうなんですご自身もおっしゃっていましたが、焼きそばパンの人というネタキャラ扱いが定着してきましたが、はい。今回は男気あふれるいや嬉しいかっこいい肘山くんを皆さんに思い出してもらいたいと思います。ぜひ思い出してください。それでは肘山くんの魅力についてまとめましたのでご紹介しましょう。はい。まずはこちらです。魅力1、母国のために戦う忠誠心と覚悟。はい。 VTR ありますかあら、本当ですか。はい、ご覧いただきましょう。どうぞ。真新しい校舎なのに生徒は誰もおらんのだな。勤労動員でこの時代の学生は皆工場へ行ってます。わかります。この国で家すよ実況のね。時ではここまではね普通にかっこいいキャラだと思うんですけどね。この時代はめちゃ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 かっこいいどうしたですよね。凛慶太郎としてて。召集に大人っぽいですよね、やっぱりこの時って。服装も軍服だったりするのもあなぜ自分るんですけどが選ばれたのかと。貴様の心配性は相変わらずだな。同期より一足先にお国のために戦える。いや、みーちゃん誇らしいだ。確かに。めちゃめちゃいいシーンねね。うん。重それは要な。騎兵と呼ばれている。俺たちの乗る騎兵が水際で敵を迎このえ撃つんだ。時は本当に物語どうなっていくのか全然わからないところしかもここプロローグの時だったと思うんですよもはや内地が戦場だ。この時はもう本当に熱血系の兄貴としか全然思ってないだが頃の悲観するな。騎兵一つでその戦力は一空母。もうわかります。最初このテンションでずっと最後まではいエンディング迎えるのかな必ずやと思っ本土を守りてきり。びっくりしました。心がどっこいですよ。心がどっこい米焼きそ国ばパンですよ。本土へと可愛らしい感じが。確かに今見るとすごいギャップがありますね、初期の感じプロが。ローグの本当に最初の最初で初めてこう台本をいただいて、最初キリコさんってこう神社の前ではい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 やり取りするシーンからだったんですけども、時系列的にあれが最初だからってことで、じゃあここからやりましょうって言っても本当に初めて撮ったのがあのシーンだったと思うんですけど、なるほど。この時はパイプ椅子でまさか縛られてやめてくれなんてそんなキャラになるとは全然思ってない頃だったんで。最初はちょっと硬いし、忠誠心というかはお国のためにみたいなところは素敵だけど近寄りがたい感じがしちゃってうん肘山くん私好きになれるかしらっていう不安もあったんですけど、あんまりあそうですか隙がなさそうな感じというか。なんかちょっとやったら怒られそうだし、はいはいはい厳しそうななんか感じ。何やってんだとか言われそうだなとか思ってたんですけど、いやまさにそういう熱血的な、ぶっきらぼうな感じのもう本当3行ぐらいしかなかったんです最初のプロフィールみたいな実直な性格みたいな、そこに焼きそばパンとか男の娘とかは全然書いてなかった男の娘が書いてなかった。全然書いてないこの後ラブラブするよみたいな、僕のせいでちょっと可愛くなってっちゃったのかなっていやいやでもそれはでも逆にもよかったんですかうね。石井さんが命を吹き込んだと言っても過言ではない。命を吹き込んで可愛くなっちゃったのかなちなみに石井さんは男気あふれる肘山くんと、はい焼きそばパン好きな肘山くんとではどちらがご自身に近いと思われます近い、か？焼きそばパンも好きですけど、なんか周りによく言われるのが考え方がちょっと昭和っぽいよね。いや例えば自分のこともそうですけど他人もそうですけど恋人同士で手をつないで、外でイチャイチャするっていう声が僕あんまり好きじゃなくて家でしなさいっていうなんですよ。見えないところでやりなさいね。そうそうそう肘山くんっぽい。確かに。電車の中とかでも本当混雑してるとこでこう乗ってたらもうここら辺の距離でもうおでこスリスリしてるアベックがいてアベックっていう言い方もなんかちょっともうスリ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 してね好きだよっていうのをこれやってるんですよ。僕ずっとこうやって家でしなさい。目が死んじゃってる。何やってんだっぺなーっつってずっと見てました。確かにそういう硬いところがちょっと肘山くんに通じるところが。だからそれ友達にも言われました。硬いとこに似てるよね。なるほどなるほど。
ではでは続きまして、はい。魅力2、とにかく強い、腕っぷしの強さはナンバーワン。そうだそうだ。そうですね。確かに。じゃあ実際に見ていただきましょうかね。はいこちらです。待てやこら。きた。頑張ってる。いいぞも。うすでに。ふざけんなこら。人に肩ぶつけておいてただで済むかい。わびんかい。わびんかい。いいなそ。りゃ悪かった。はあ。悪いで済んだら警察はいらねえんだよ。なんだ。金ならないぞ。喧嘩だ喧嘩だ。ちょっと余裕を。余裕いいですね。強キャラな感じ。許せ。あこれは許せない。あ、終わったな。あいつ死ぬわ。あいつダメだ、もう逃げて。この悪たれめ。なんてことしやがる。くたれ。アクタレって文句あんのか。アクタレ？痛い目見んとわからんようだな。逃げて。おめえら。一やっちまえ二三四。すごいですよね。4人相手に。はい。何か。一発ずつ。ここだ。強っ。強っ。しませんでした。勘弁してください。食い物を粗末にするやつは許さん。そうだろ。そうだ。同じ思いしてたんだから。そうだ。かっこいい。ということで。強いですね、これ。いや強いですね。めちゃめちゃ喧嘩が強い。この後に尾形くんも来たりとかして。そうですね。一応戦うんですね、あの後。そうです。あれ誰彼構わず戦います。 5回で戦ってるんで尾形くんかわいそうみたいな。そうですね。肘山くんと尾形くんがもし本気で勝負した場合、どっちの方が強いのか。確かに。どうなんだ。どうなんでしょうかね。これは確かに。確かに。うん。こちらですね、バニラウェアさんにあら。設定が。聞いてきました。はい。あら。おりゃ回答がございます。こちらです。なかなかいい勝負となりますが、肘山の方が強いです。肘山編プロローグで輪島と喧嘩の約束をしていた尾形が現れ、肘山と一戦交え、肘山が勝利しています。あ、じゃあもうあの時のもうそのまんまの戦闘力ってことなんですかね。そうですね。いいパンチしてたな的なことは言ってましたけど、肘山君の方が強い。もう実質最強ですね。最強だ。嬉しい。じゃあその最強のシーンをちょっと振り返ってみましょうかね。なんだこりゃ。来た来た。いいぞいいぞ。呼び出しといて。何やってんだ輪島。なんだ貴様。こいつらの仲間か。こうやって見るとやっぱり肘山くんの方が若干こう線がしっかりしてるというか、体幹しっかりしてがたいがいいですね。学ラン狩りの肘山とかいう。ピシッとしてる。肘山貴俊だ。俺はいらんと言ったが、ぜひにと言うから借りてやった。くそ悪いぜ。調子こいてんじゃねえぞ。年次君も情に熱いから。相手を見て口を聞けよ。上等だこの野郎。始まるぞ。遊んでやら。かっこいいな。始まるぜ。来やがれ。やれやれ。後悔しても知らんぞ。強者のセリフですよ。あ、沖野。そこにいたのか沖野。すっかり昭和60年に馴染んでるじゃないか。様子を見に来る必要はなかったかな。かわいい。あの顔、あの声、まさか。一瞬でヒロインになりますよ今。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。もうヒロインの。どこ行く気だ。畜生、どけ。もうなんかいやいやいやすごい。ちょっとヒロインの取り合いしてるみたいな感じになっちゃって。ちょっと今の沖野くんでバフがかかりましたから。そうですね。間もなく夜明けか。この辺りで見失ったんだ。近くにいるはずだ。ずっと探しているよ。あの野郎の蹴り、あ、そうそうそう。まだ聞いてやがる。根性あるやつだったな。ずいぶん手こずった。尾形くんはなんか蹴りの尾形、パンチの肘山みたいな。あ、いいですね。なんそういうか。感じしますよね。なんか起動マーカーも尾形くんこう足首そうですね。シュッてやって、肘山くん腕。腕ですから。確かに確かに。なんかそういう感じはしますよね。ああ、そっか。もう肘山くん最強だったんだ。嬉しいですね。なんか。石井さんご自身はどうですか。腕力とか体力とか筋肉とか。体力、学生の頃結構いろいろスポーツ好きで、なんかもう野球とかサッカーとかフットサルとか
もうバレエ、テニスもいろいろ結構やってたんですごい、そんなに。いやもう本当遊び程度のあれなんですけど、いろいろやってたんですけど、いかんせんバスケだけが苦手で、なんかいませんでした？体育の授業とかでボールにもてあそばれる系男子いませんでした？ドリブルがうまくドリいかなくてブルがめちゃめちゃブサイクみたいなは「ヘイヘイヘイパスパスパス」って言うんですよ。で取ったら取ったでもう体がもう怪奇現象みたいな「行くよー」タコみたいな。行くよーっつって次の魅力をご紹介していきましょお願いします。う。魅力3、オチノのためならデスドロイドなんて怖くない。その通り。やっぱりここがね、そうです大事な。いや見たいですね。ここもじゃあ、はい映像をご覧いただきましょう。どうおぞ願いします。第一声第一声がもう奥のわあ、いっぱいいる。構えもしっかりしてますよね。そうですねやっぱ銃の構えが、訓練を受けてる感じがしますね。未来銃でもいける。確かに基本がねできてるから。そうですね。かっこいいわ。かっこいいですね藤山くん。ああいうかっこいい藤山君をイメージしてたんですけどね。うん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 。そう腕っぷしも強くて、うんうんうん。誰もこう全員守るぞみたいな。うんうんうんなんであんな焼きそば。でもやっぱそういうところがあるからこそ、ああいうかっこいいシーンまあわがかり引き立つみたいなこともあありると思う。ますよね。なんかスパイスになってるみたいな。いい感じのスパイスうんに。あよかったならよかっ藤山くんって沖野くん一筋ですけど、た。はい。うんうん。もし沖野くんより先に薬師寺さんに出会っていた場合、焼きそばパンもらってるじゃないですか。もらいましたね。稼ねぎで。あれは恋に落ちてもおかしくないですね。そうなんですよ。あり得る展開だと思うんですけど、うんこちらはどうなのか気になりませんか？藤山君胃袋掴まれたら終わりなんですよ。終わりって言っちゃいなんですました。あの時は入って渡されてこう行っちゃったじゃないですか。はい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 。あのままもしかしてこう大丈夫ですかってもっとおせっかい焼かれて公園に行きましょうみたいな感じで公園に座らされて食べてくださいって食べててこれジュースですって言ってで隣でずっとこういたらあれみたいなそれは好きにみたいな。さあ薬師さんになってたかもしれない。なるほど。こちらバニラさんから公式に回答をいただいてまいりましたのでご覧ください。どうぞ。肘山にとっての優先度は沖野焼きそばパン、その他の美人、嘘。その他の食い物ですから沖野より先に薬師寺に出会ったとしても焼きそばパン以下の扱いになるでしょう焼きそばパね。ン以下。そうなんだ。そんなあんなにカレンダーとかいろいろねね言ってたそうのにですよね。東雲先輩にもちょっとほわってなってたじゃないですか。なりましたね。でも焼きそばパン以下焼きそばパンはじゃあ実質恋人。言われてみればなるほど。いや食べたら膝もつきますよ。沖野くんが隣にいない寂しさを埋めるのは焼きそばパンってことですよね。そういうことですよね。そういうことですよね。焼きそばパンを抱きすごい似合ってる。涙を濡らす沖野。ではでは最後はこちらです。はい。魅力4、勉学は大事。うん。どういうことなんでしょうか。はい。じゃあこちらもねそうですね映像ございますのでご覧ください。お願いします。それじゃあお願いね。先生、なんというかこうすごい先生だな。胸か。わざわざ言うっていうところがね勉学に専念できまい。専念できまい。やっぱ年頃だと見ちゃうよねって。いやー見ますよ。男はみんな見ますよ。そうナイスパーティーだからね。白衣か。しかも保険のって。そうですよ。あんな保険の先生行ったらもう毎回通いますよ保健室。ですよね。頭痛いなみたいな。今日はおわざわざ腹かなこう怪みたいな。我して。藤山くんなんかちょっと女性に対してこうなんか壁ではないですけど、あ女性だみたいな感じもありつつでもこう素直な感想を言ってくれるんですね。確かに確かにそうちょっとウブな感じがあるんですけど、うんもう見てるところは見てるなみたいな感じがありますね。そうですよね。後半に見えてめちゃめちゃ女好きですからね藤山君。もしやむっつり。いやむっつりですね藤山君は。間違いなくむっつりですね。まあでもね勤勉な藤山くんということで、今回はですね焼きそばパン以外の藤山くんの魅力を紹介しましたが、石井さんのお気に入りのシーンとかあったら教えてください。熱血感のキャラクターなのかなっていうのがファーストインプレッションだったんで、まあで本編で可愛くなっちゃったなって思って公開編のバトル編でやっぱ現役の軍人さんなんでもう誰よりも先陣切ってかっこよく演じるぞっていうことで、もうバトル編は全部お気に入りですね。じゃあぜひそちらのね、バトル編をご覧ください。お願いします。第一世代の EMPK 装備でも
同様の機能がある。ただしこっちはデコイでなく自分に引きつけるので少々危険だがな。敵の中士を一斉に集めるなぞ。武人の誉れだ。落ちなぞするものか。軍人だな。軍人ですね。脳筋なのかなと思わせといて、ちゃんと作戦内容をこう咀嚼して自分なりにこうしましょうってことを言ってくれるのがいいですよね。やっぱり本当に引っ張ってくれてるんですよね。そこがうわかっこいいなと思いますね。確かに先陣切ってみたいな感じのところがかっこいいですよね。ではせっかくなので、肘山くんのセリフを生でお願いしたいんですが。いいんですか。ぜひお願いします。なんかこんなところに肘山くんが落ちてたので。肘山くん。じゃあ失礼しました。敵の中士を一斉に集めるなぞ。武人の誉れだ。物おじなぞするものか。これこれって感じ。かっこいいかっこいい。焼きそばパンとのギャップがそこがいい。これですからね。確かにそこがいい。最初プレイしてる時もし肘山くんが先陣切ってみんなのこう犠牲になってしまったらどうしようって。僕プロローグそう考えたんですよ。なんか絶対なんか最初に死ぬの肘山くんだろうな。わかります。確かに。あとは任せたって言いながら。あとは任せたって言いながらこう行くみたいな。身を挺して仲間を守るみたいな感じのやっぱ気持ちがありますよね。だったらどうしようって思ってたんで、最後本当にもう安心しました。最後良かったですよね。良かったです。石井さんありがとうございました。続いてはこちらのコーナーへ行きたいと思います。迫る破滅の危機、運命の人は誰？何やら気になるタイトルですが、このゲームはですね、13名の主人公ほぼ全員が誰かしらと恋をしている青春物語でもあります。このコーナーではゲストの松井さんと石井さんに運命の人を選んでいただきたいと思います。というわけで質問です。迫り来る怪獣、世界の危機、一緒に青春するならどのキャラクターがいいか教えてください。もちろん同性でも OK です。ちなみに私は沖野くんです。沖野ですか。なんかいろいろな面が見れそうなので転がされつつ危機を回避していきたいなって。なるほど。頼もしいですよね、めちゃめちゃ。沖野くんいればとりあえず安心します。なんとかなりそうだって。なんとかなるだろう。でたまにバカだなって言ってもらいたい。いいな。メンタル的に打ち上がります。今日も頑張るかみたいな。松井さんから伺わせてください。気になる。いやー、悩みどころなんですけど、うさみちゃんかな。うさみちゃん。うさみちゃんすごいなんか好きなんですよね。わかります。いい感じのね、なんかお友達関係を3人でこう。そう、美和ちゃんとも仲がいいっていうのもあるんですけど、ネットでなんかやってたりとか、今時っぽい女の子なのにすごく行動力と芯が強いっていう、なんかその感じがまっすぐだなっていう感じもしますし、こうだんだんわかるその井田さんとのいろいろもなんかいろいろ大変なのになんかすごいしっかりしてるっていうのがちゃんとわかるのもありますし、あとやっぱねんじくんとのやりとりすっごい好きなんですよね。可愛いんですよね、あそこのなんかキャンキャンってやってる感じが。そこからまたちょっと信頼関係生まれて仲間になっていく感じとか、ねんじくんもちょっと悩んだんですけど、ねんじくんもいたらすごい頼もしいなっていう感じがあって、でなんかねんじくんだったら多分あんまり緊張しないかもというなんかねんじくんちょっと身内には優しいみたいな感じの、美和ちゃんともずっと幼馴染でああいう感じでこうつながりをずっと続けてくれてるんで、すごい情に熱い部分とかがあるんで。それもいいなと思ったんですけど、でもやっぱうさみちゃん好きだなと思ってうさみちゃんを選びました。運命の人はうさみちゃん。一緒に頑張ろう。一緒に頑張ろう。いいですね。うさみちゃんは背中にマーカーあるのがなんか可愛いな。確かに。ここが起動しづらいのがなんかちょっと恨んでるところだからねっていう風に言ってるのもちょっと可愛い。可愛いですよね。石井さんは。はい。これは高俊ではないですよね。高俊ではなく高雪です。高雪の方ですね。高雪。悩みますけど僕が選んだのは沖野。許せ。美和子ちゃんです。あら美和子ちゃん。あらそんな。見た目とかも性格ももう美和ちゃん僕ドストライクなんですよ。で荒廃した世界でもう何を目的に
生きていけばいいのかなって絶対なると思うんですけど、こんな荒廃した世界でもう終わりだってなったらもうグーって聞こえるわけですよ。チラッと見たらお腹空いたって言ってるわけですよ。なんか取ってこなきゃ。ああ、なるほど。何食べたい？エビチリみたいな。エビチリ荒廃した世界で中華だなみたいな。ガシャーンって言ってジュワー作ってて、はいみたいな。優しい。でそれを食べてる姿を見て美味しいってなってるのを見て生きててよかったなみたいな。なるほど。奮起してくれるんですね。そこで。明日は何食べたい？フライドチキンみたいな。生きる目的をくれそうだな。ああ、でもそれはあるかもしれない。確かに美和子を守るために生きなきゃみたいな。うん、確かにその感じはありますね。そうです。守ってあげないとこの子ダメだみたいな。で食べなかったら痩せちゃいますから宮子。ああ、確かに誰が都のボディを守るんだみたいな。確かに俺だ。俺だ。維持しないと。取ってくるみたいな。確かにセクター移動した時にチョコ食べてるのめっちゃ可愛かったですもんね。可愛いです。よかったよかったチョコがあってみたいな。そう守るものが欲しいな。そこでミヤちゃんですね選んだ。なんか物語の中でも避難してる時にこういろんな人がねミワちゃんのところに缶詰とか置いてってくれそうななんかイメージありますもん。お腹空いたでしょ大丈夫？何も言ってないのに食べなみたいな。はい、番組をご覧の皆さんもよかったらどのキャラクターと過ごしたいかツイートで教えてくださいね。それでは続いてのコーナーへ行きましょう。13騎兵防衛圏グルメレポート。きたー。はあ、グルメ。食べるのが大好きなミワちゃんと焼きそばパンに見入られた男。肘山君にちなんでゲームに登場する美味しいグルメシーンを集めてきました。バニラウェア作品は本物より美味しそうなので、それね、美味しそう。見応えがあるのではないかと思います。食べ物のねやっぱり描写が魅力の一つですよね。そうですよね。ミステリーファイルを見てるだけでお腹が空いてきます。食べたくなっちゃう。お腹減った。どんなね食べ物が出てくるかっていうのを見てみましょう。うわ、出た。焼きそばパン。焼きそばパン。ああ、おはぎもいいですね。おばあちゃん。美味しそうだおばあちゃん。おばあちゃんが作ってくれてる。やべえお腹空いたな本当に。うわ、薬師さんめっちゃ食べたい。すごい味染みてそうな匂い。うわあ、美味しそう。これ一つ書くのにどれぐらいのお時間かけてるんですかね。確かにね、こんなに美味しそうに。いや超リアル。これ写真じゃない。影すごい。本物ですよ。すごい。この湯気が憎いですよね。ずるいわ。リアルにお腹鳴っちゃうなこれ。なんだこれは。買い食いシリーズ。これは。買い食いシリーズ。あ、これが肉汁が弾力がすごいと噂の。弾力がすごい。ネギまだ。おじさんはこれだな。いや美味しそうだな。こういうのもいい。梅干し。こういうのもいい。いややばい。王道のお弁当ですね。何の拷問を我々は受けてる。そうですよね。なかなかの拷問ですよ。ね。これが薬師寺さんの照りが。やばい。今日みんな何食べた？まだ何もここ来てから何も食べてないですね。飢えていきますねこれ。ね、確かに。何ですかこれ。お腹空いちゃった。お腹が空いてきましたが、松井さんはどの食べ物が一番気になりましたか？気になる？全部なんですけど。気になってるんですけど。そうっすよね。個人的にすごいおはぎが。おはぎ。やっぱあれに器に入ってるのがいいですよね。箱に入ってて。食べたいみたいな気持ち。おはぎって食べないですもんね。食べれないですもん。あんなちゃんと詰めてあるやつって食べないですよね。そうなんですよ。自分にはそういう経験なかったけど、なんか懐かしいっていうお重に入ってるやつ。すごいいいな、食べたいなってなりますね。石井さんはいかがですか？焼きそばパンって言いたいところなんですけども、高雪だったら焼き鳥ですかねやっぱり。美味しそうだった。いやもう冷えたビールでクイッと行きたいっすね。いやすごいですね。我々の空腹ゲージがぐんぐん上がっていますよね。そうですよ。もう肘山くんみたいになってますよ今。いやもう河川敷でね腹が減ったって。どうすればっつって。ここでさらに皆さんのお腹に追い打ちをかける情報がございます。なんてひどいこと。今までコラボカフェの実施や料理研究家のリュウジさんが生放送に登場したり、ゲーム本編以外でも
グルメに力を入れている13騎兵防衛圏なんですが、なんと2周年を記念してまた新たなグルメコラボが決定しました。すごい。やったぜ。今回はですね、買い食い大好きな美和ちゃんがいますので、松井さんから発表していただきましょう。はい、お願いします。というわけで13騎兵防衛圏、マリオンクレープとコラボ決定です。わー、やったー、クレープだー。日本で初めてクレープという食文化を開拓した老舗クレープ店です。マリオンクレープさんは、しかもあの仲良し3人組をイメージしたクレープが楽しめるそうですよ。なるほど。おー、すごい。クレープの画像ございます。こちらです。わー、すごい。うさみちゃんとみわちゃん、うまそうこれ。美味しそう。沢渡美和子のチョコたっぷりバナナクレープ、そして如月富のいちごたっぷりクレープ。幸せだね。そして藤山貴俊の焼きそばクレープ、こちら東京限定です。焼きそばクレープ。まあでも おやつじゃないクレープもありますからね。おかずクレープも美味しいですもんね。ピザクレープみたいなとこありますからね。すごいな。そして冬坂いおりのバナナマヨカスタードクレープ。マヨカスタード。マヨカスタード。バナナマヨカスタード。すごいな。というね4種類が発売されるんですが、どれも美味しそうですよね。いやー、食べたいですよね。バナナマヨってすごいですよね。気になるよ。どういう味がするんだろう。食べたいですか？食べたいです。食べたいです。そんなお二人の願望を叶えるために、なんとマリオンクレープさんがですね、クレープを用意してくれました。やったー。クレープクレープね、バナナマヨ気になりますと言ってましたが、ゲーム中にもねそんなシーンありましたよね。こちらご覧ください。なかなかいいね。バナナマヨには負けるけど。何？なんで？変だよあれ。きっと注文してるのいおりちゃんだけよ。そんなことないって。だって美味しいもん。バナナの甘みとマヨネーズの塩気がえも言われぬハーモニーを。ということでいおりちゃん曰くバナナの甘みとマヨネーズの塩気がえも言われぬハーモニーをと言ってますけど、真相やいかに。確かに実食してみるとどうなるのか。確かに確かに。はい、じゃあ早速いただきましょうか。わーい。やったぜ。それでは実食でーす。やったぜ。うわ、超うまそう。松井さんから召し上がってください。どっから食べたらいいか。可愛い。アイス乗ってると迷いますよね。いやでもこれは最初はかぶりつきでいただきます。どうぞ。うわー、美味しそう。いやー、絵になるな。かわいい。美味しい。うわー、うまそう。いや、めっちゃ美味しい。王道のチョコバナナでめっちゃ美味しいです。うわー、アイスも食べちゃう。いっちゃってください。冷たい甘い美味しい。クレープアイス入り派ですか？梨派ですか？あんまりアイス入ったの食べないんですけど、でもやっぱ美味しいんですね。うまいですよ。やっぱ美味しいなって思いました。いや、美味しい。止まんないよこれ。うわうわうわ。うわ、うまそう。みやちゃんのマシュマロもついてます。これが可愛いですよね。またこのマシュマロが、そうめちゃめちゃ可愛い。ちょっと食べるのがもったいない。ね、可愛い、めっちゃ可愛いです。うわ。石井さんお願いします。いいんですか？はい。いやー、クレープなんて何年ぶりかしら。何年ぶりかしら。はい、じゃあいただきます。急に乙女心が。やっぱ乙女の食べ物なんでね。僕もいただきます。本当にどうやって食べようこれ。いただきます。おさみちゃんのやつから。お、ソフトクリームを。すごい可愛らしい感じに。やだ、ついちゃったみたいな。やだ。わ、うま。うわ、いちごいちご。
うめえうめえ。クレープってうめえ。可愛くね俺。そんなことない。いや美味しそうに見えます。抜群に可愛くない。いやきっと今コメントで可愛いって流れてます。本当ですか。美味しい。書いてくれてますよ。ちょっとクレープも。やばい。鼻にまでついて。ちょっとわんぱくにブーストかかってる。いやあざといですねこれは。やだ鼻についちゃった。やだ恥ずかしい見ないで。カップルでね仲睦まじく食べていただきたい。あそうですね。あーんとかしちゃったりして。あいいんですかでも家でしなさい派なんじゃないですか。そうですよ。家であんしなさい。いいですか。その顔で言われても。家であんしなさい。うさみちゃんのお味はということですが。うさみちゃん。うさみちゃん。甘くて美味しいです。もうめちゃめちゃいちごがね、俺ら止まんなくなっちゃった。いややっぱクレープの鉄板ですよねいちごのやつ。うまそうですよね。めちゃめちゃうまい。ポッキーもいただいちゃうから。食べてくださいいっぱい。女子分摂取して。めちゃめちゃエンジョイしてるつながって。美味しい。すみませんなんか僕ばっかり。いえじゃあ気になるやついきますか。これお願いします。バナナマヨカスタード、バナナマヨ行ってみたいと思います。でも気になりますね。香りはマリオンクレープさんでツナとかなんかサラダ系のあるじゃないですか。あれのもう本当にマヨネーズの匂いがします。マヨネーズだからめっちゃ気になる。じゃあちょっと行ってみますね。いただきます。ドキドキ。気になる。どうですか。あでもあんまりマヨネーズって感じがバナナと一緒に食べるとしないかもしれないです。やっぱちょっといおりちゃんの言う通り調和されて意外と調和されてます。すごい美味しい。バナナはやっぱ懐が広いですよ。広いんですね。なんかちょっとしたクリームみたいな本当濃厚なチーズクリームっぽい感じっていうんですかね。美味しいです。止まんなくて。そうですよ。食べちゃうの。ただただ止まらない。これ喋んなくていいですかねみんな。黙々と。黙々と。でも大事なこっちもありますよ。焼きそばが美味しそうな。そうだ。焼きそばの方もありますから。じゃあいいですか焼きそばいただいちゃって。甘い後の焼きそば。いや正直これめっちゃ美味しそう。甘いしょっぱい甘いしょっぱい。今日はちょっとパンじゃありませんが。焼きそばクレープ。クレープ。いただきます。わ、豪快。豪快。どうですか。あ。うまい。うまい。美味しそう。紅生姜がいい仕事してますね本当に。うま。でも確かにこれ焼きそばのやつ頼んで甘いやつ頼んだらもうこれ永遠に交互で止まらないやつですよね。エンドレス。いよいよ。木島くんもいてね。木島くんいただきます。パリパリしてる。一瞬で。大丈夫ですか。詰め込みすぎた。でも美味しいっす。いやこれすごい発明ですねクレープ。男性の方はじゃあなんか甘いもの苦手だなって方はこっちの方が好きかもしれないですね。わあ美味しい。美味しかったですね。満たされました。満たされましたね。幸せ。美味しかった。こちらのコラボなんですが、マリオンクレープの池袋サンシャイン通り店、東京空町店、大阪パンジョ店の3店舗で12月1日から開始です。池袋サンシャイン通り店、あと東京空町店ではミニキャライラストを使用したオリジナルグッズ、13期兵アクリルキーホルダーの販売もありますので、ぜひ皆さんお越しください。こちらにねちょうどキーホルダーありますけれど、じゃん、みわちゃん。これクレープ持ってるんですよ。本当だ。めっちゃ可愛い。可愛い。可愛い。幸せそう。美味しいです。こちらがいおりちゃん。可愛い。いおりちゃんも持ってる。クレープ持ってます。みんなクレープ持ってるんですね。可愛い。石山くんも持ってますよ。焼きそばパンとともに。焼きそばパン。
両方まさかの二刀流ですよ。すごいわんぱくだな。これがみんないるわけですね。いるわけです。みんな分あるということですね。なるほど。包み紙もすごい可愛かったですよね。あ、そうなんです。イラスト書いてあって。そう、さっきね、ねんじくんがクレープ食べてるのめっちゃ可愛いって話を。なんかヤンキー座りでやって、うめえじゃねえかみたいな。みやちゃんとしてんだ。そうじゃねえけどさ、クレープ、うまいじゃんみたいな。可愛かったんで、ぜひ皆さん見てみてください。はい。ということで続いてはこちらのコーナーです。13騎兵防衛権グッズ紹介。イエーイ。番組冒頭で高宮由紀役の小清水亜美さんことアミッキが13騎兵防衛権の2周年記念グッズを紹介してくれました。他にもいろいろとグッズがあるそうなので紹介したいと思います。まずは松井さんの横にある、気になってたみんなずっとなってました。なってましたよね。フリューさんから発売される尻尾1分の1ポージングぬいぐるみ等身大等身大よみんな。このまんま。すごいすごい。可愛い。喋るニヒルな8割猫尻尾がほぼ原寸サイズで登場です。うわー、か手わいい。足や尻尾が稼働するので、さっきびっくりしたんですけど、いろんなポーズをポーズがお楽しみください。すごい。だからすごいちょっと好きなポーズ、ちょっとお座りっぽい感じとかあ、可愛い。できるから。本当だ、お座りだ。すごい。これは家や学校で薬師寺さんごっこができちゃう。できちゃう。いや、ちょっと自分であよいけあよいけと言えばいいかな。触り心地とかはいかがですか？いや、めちゃめちゃいい毛並みですね、これね。本物の猫飼ってる。あー、なるほど。ちょっと猫がお家で飼えないよっていう方はこれでもう結構で癒されますね。満たされると思いますね。いいですね。いや、いい、可愛いよ。いいな。こちらがですね、なんと本日より受注開始でございます。あ、じゃあもう予約したら来てくれる。来てくれます。いや、お迎えしてほしい。これはめちゃめちゃいいクオリティです。続きましては、はい。東雲フィギュア。フリューさんから発売される東雲涼子7分の1スケールフィギュアとなります。1周年生放送のキャラクター人気投票で堂々1位の涼子さんがフィギュアで登場です。常に頭痛にね悩まされている彼女をぜひご自宅でよしよしとめでてあげてほしいなと。涼子さん、ちょっとねまだ本物が届かなかったんですけれど、ここは石井さんのイマジネーションで、はい、エアよしよしをぜひ涼子さんをよしよし任せてしていただけますか。涼子、頭が痛いのか？よしよし。A 君に何か言われそう。言われそう。どうした？僕大丈夫ですか？大丈夫です。それを判断するのは視聴者の皆さんなので。大丈夫かな？私は大丈夫だと思います。きっとみんなお迎えしたらきっとやらざるを得ない。そうですよね。今みたいにやりますからどうせ。でなんならご自分でね薬とかを用意していただいて横に置いてあげると。そっとね。それ見なさいってこう。そうですね。バカにするなって言いながらやっていただければ。バカにするな。続いてはアルマビアンカさんから発売されるグッズです。たくさんありますね。まずマグカップ。マグカップ。素敵な絵柄。ねえ。すごい可愛い。可愛いです。すごいもうなんかアーティスティックですね。ビビッドな色彩が綺麗。薬師寺さん、いおりちゃん、その他にもなっちゃんもございます。なっちゃん。あ、可愛い。おしゃれ。すごいいいですよね。なんかそれぞれ個性出てますね。すごく素敵。そして他にもこうポーチなんかもね。ポーチ。あ、可愛い。ここに BJ が。あら。いますよ。夏のって言いながら。夏の。使いやすそうな感じ。で一瞬こうキャラグッズって分かんなくって分かる人には分かるみたいな感じがしていいですね。そして皆さんのね今日着てくださっているものにもちょっとね注目していただきたいなと思いまして。いや見てくださいよこれ。
いや気になってたんですよこれ。今まで突っ込まれなかったのは奇跡だと思ってるんですけど、見てくださいこれ焼きそばパン、焼きそばパン、焼きそばパンって書いてあるんです。焼きそばパンが3つも一番下に書いてあるちっちゃい文字あるじゃないですか。はい、そちらは英語で、はい、この時代で一番うまい食べ物あ、なるほどと書いてあるらしいです。ああ、飯山くんのセリフだ。すごい焼きそばパン推しの人はぜひ焼きそばパンのパーカーがこの地球上に何枚あるかって話ですよ。これが初めてかもしれないんで。すごい。後ろ誰か食べちゃった？ちょっともう食べちゃってないんですよね。ないですね。すみません、食べちゃいました。いやでもちょっと一見わかんない感じが。普通になんかこうおしゃれですね。ね、普通フードかぶったりなんかして。ちょっとなんかゲームのグッズっていう感じが。大丈夫ですかこれ？大丈夫ですか？すごい背景も黒いし、ちょっとなんか隠密隊みたいな。ちょっとここかっこよくないですか？ちょっとラッパーっぽい。ラッパーだ。よ焼きそばパンですか？書いてあるの。焼きそばパン、焼きそばパン。焼きそばパン。焼きそばパンパーカーを含むですね、こちらのアルマビアンカさんのグッズは12月10日発売予定です。お楽しみに。ちなみにですね、私の着ているこちらのロング T シャツなんですが15ってありますね。騎兵の番号なんです。ということはつまり、わあ、いおりちゃんです。すごいおしゃれ。おしゃれ。めちゃめちゃ可愛い。可愛らしい本当に。いや普通にアパレルショップで売ってても確かね、柄付けですよね。本当に色彩感が可愛い。焼きそばパンいますよ。ちゃんと。いますいます。ありますね、焼きそばパン。可愛いね。すごい。さっきのマグカップのやつの。あ、そうですね。いやいいな、やっぱ大きい絵もやっぱすごくいいな。いいですよね。可愛いです。ロング T シャツなんですが、こちらはアパレルブランドスピンズさんとのコラボ T シャツとなってまして、バッグがちょっと80年代風イラストがポップでインパクト大という、そういった T シャツとなっております。他にもマグカップと一緒で、なっちゃんと薬師寺さんのロング T シャツもございますので、そうなんだ。はい。こちらのロング T シャツは受注生産となっておりまして、明日の12時にスピンズさんのサイトで申し込みが開始します。ぜひ皆さんご予約ください。お願いします。お願いします。はいはい。では松井さん。はい、このパーカーじゃーん。これちょっとこの辺に。あら、そう文字が書いてある。すごい。めっちゃかっこいいでしょ。おしゃれ。そう、おしゃれなの。めちゃめちゃ。普通に色も素敵で、後ろよ。みんな後ろよ。わあ、かっこいい。ってこれ普段着ててもめちゃめちゃおしゃれな。映り込む尻尾。そう尻尾。いいでしょこれ。持たれる尻尾。そうなの。すごい。でしかも結構なんかこういうパーカーって生地が重くてみたいなことがあると思うんですけど、これめちゃめちゃ軽い。だからめっちゃ家でもいいし外でもすごい着やすいから、結構女の子でもこうオーバーサイズで着るとめちゃめちゃ可愛くて、そうなの。素敵。いいですね。可愛いんですよ。そちらの2周年記念パーカーなんですが、アトラス D ショップで発売です。ぜひ皆さんね、いろいろなコーデに使えそうなので、そうですね。やってみてください。すごい使いやすいと思います。さあ続いてはですね、コミック情報になります。月刊ブシロードさんで連載中の4コマ13騎兵防衛剣、こちらセクター X の単行本第1巻が発売となりました。作者の柊タイガー先生からメッセージが届いておりますのでご紹介します。この度は13騎兵防衛剣2周年おめでとうございます。こんなに考えさせられて気持ちのいい、腹の減る、尊いゲームをプレイしたのは久しぶりで、ただただアトラス様、バニラウェア様、スタッフキャストの皆様に感謝しかございません。これからも2周年と言わず100年200年続く作品になってくれることを心より願っておりますと。ありがとうございます先生。ありがとうございます。この4コマ私も読んでるんですけど、めちゃめちゃ可愛くて面白いです。癒されますね。いいですよね。コミックブシロードウェブで一部公開中ですので、ぜひ皆さん一度読んでみてくださいね。お願いします。そしてイベントの情報もあります。池袋 P ダッシュパルコにて2周年を記念した期間限定ポップアップショップが12月2日から開催されます。主人公13人のアクリルペンスタンドや尻尾のお茶缶、スマホリング、
肘山くんの願望が具現化したような焼きそばパンクッション。もしやずっと出てた。これですな。それです。これですな。美味しそう。これはね、全国の肘山くんお買い求めください。全国の石山くん。全国の肘山くん待ってます。いや、柔らかくてしいかやふかふかですね。いいな、おふかふか腹減っですよてきちゃうじゃないですか。も。いや、すごい。他にもですね、お気に入りのキャラクターと同じ位置に貼って楽しめるスタートのボディシールボディシーなル。どなど、こちらのポップアップショップ限定のグッズがたくさん用意されているほか、アミッケ動画で紹介した2周年記念グッズも販売予定です。皆様のご来場お待ちしております。待ってます。お待ちしております。さてさて、この番組も終わりが近づいてまいりましたが、あら、お、なんかなんだ。音が聞こえますね。どうしたの？ね、おーい、聞こえるか？聞こえていたら返事をしてくれ。この声は。はーい、聞こえてますよ。はーい。お、また会ったな。高宮だ。番組が盛り上がっているところすまないな。伝え忘れたことがあったんで戻ってきた。この映像を見てほしい。DJ 頼んだぞ。何何？ 13番機兵23番機兵11番機兵15番機兵19番機兵17番機兵20番機兵21番騎兵12番機兵16番機兵10番機兵14番機兵22番機兵13番機兵起動。待望の任天堂スイッチ版の発売が決定しました。やったー。やった高宮ゆき役の小清水さんからもメッセージが届いておりますので、そちらご覧ください。本当に改めまして皆さんこんにちは。高宮ゆき役の小清水亜美です。13騎兵2周年、そしてスイッチ版発売決定おめでとうございます。もう2周年なんですね。あっという間で、そっちにもいるだろうイソッチと石井氏とは発売すぐの時だったかしら、イベントでね一緒にこの衣装を着させていただいてちょっとこう学生気分に戻りながら、トークしたのがまだついこの間のようで、それが2年ってね、いや2年経ってこうやってスイッチ版が出るっていうのもひとえに支えてくださってる皆さん、愛してくださってる皆さんの、おかげだなと思います。私自身も、ゆきちゃんなかなかね、まだもしかしたらまだこうやってないよ、スイッチから入るよって方もいるかもしれないのであまり言わないようにしとくんですけど、ちょっとねいろんな要素があり難しい役どころではあったんですけれども、とても楽しく演じさせていただき、これまたねスケバンっていうところが、個人的にはセリフを言ってて楽しかった、そんな役でした。石井氏とかもね、なんか焼きそばパン今日も食べてんのかな。なんかこのゲームはですね、若干なんかじゃないな、飯テロ要素もかなりございますので、今回スイッチで発売されましたら持ち運んでゲームができるっていうので、ぜひともなんかねお腹が減ると思うんで、美味しいもの屋さんとかの近くでちょっとこうゲームをして焼きそばパンが食べたい、オムライスが食べたい、店に入ろうみたいな、そういうこう、コンディションでプレイしていただくのもかなりいいんじゃないかなと。そのゲーム内で出てきた食べ物を、その日に食べるみたいな、そんなことがこうできるのはかなり、おすすめというか推し要素なのかなと思いました。家でこう腰を据えてゲームをプレイしている時はウーバーさんにこう頼むしかなかった、それが外食でできるということで、皆さんスイッチ版もぜひ楽しんでくださいね。ゆきちゃん役の小清水でした。バイバイ。わー、小清水さんありがとうございました。かっこいいな。
度見てもかっこいいですね。本当にめちゃめちゃ似合ってますね。指抜きグローブってこんな自然につけれるんだみたいな確かに感じがしましたが、黒セーラーかっこいいってなりますね。いや、任天堂スイッチ携帯機でね遊びたいっていう声も多かったですよね。やっぱりこれでいつでもどこでも13騎兵楽しめちゃいますよ。なんとですね、今日は実はもう実機があるんですね。ありまして、はい。実際に石井さんにちょっといいんですか？触っていただいてよやったろしいですか？やりたいやりたい。では石井さんにプレイしていただきたいと思います。お願いします。はーい。おお。いやー、いいっすね。いや、いいな。いや、お布団の中でやってたい。いいな。うわー。すごい。かっこいいシーン来た。はい、出ますよ。おお。何度見ても名シーン。かっこいいですね。いや、このノスタルジックな背景にこのごつい騎兵が出てくるかっこよすぎなんですよね。うわー。いやー。うわー。おー。これは。すごい。うわー。本当に始まったのか。始まったんだ。始まりましたよ。君の言った通り、あ、綺麗。あの映画みたいに怪獣は現れて、あたまんないなこれ。泣けてくるわ。もう涙が出て。いや、スイッチは待ってた人いっぱいいると思いますんでね、本当に。そうですよね。絶対相性いいなって僕も思ってたんで。いや、でもやっぱ迫力は変わりませんね。ねえ。わあ。やっぱ綺麗だな。あ、もうストップしてくださいって。ちょっとこっからだよ。待ってください。こっからですよ。ダメなんですか？もっともっと気になるところがあるのに。そんな。今からがいいところ。ねえ。触ってこう戦闘してもらってなんか感想とか聞きたいなって思ったんですけど。マシンキャノンはお預けですか？まあでもやっぱやってね、実感してほしいみたいなことがね。もう撃っちゃいましたよ。あ、やってるわ。撃っちゃいましたよ。マあ、じゃあシンキャノ声だけン。どういう感じでどうですか？映ってないけど石井さん。いやいや、やっぱりね、テレビの迫力ももちろんすごいんですけど、はいやっぱりね、こう手元でできるともう感動ですよね。気軽にできますからね、どこでもお布団でもできるし、そうですね寝ながらできるっていうのが最高です。ちょっとやろうかなって言ったら朝の4時になってます。あれっつって。時間泥棒ですね。いや本当ですよ。うわこれいい。あるあるです。残念ながらね、あまり多くはお見せできなかったんですけど、いやでも感動ですね。やっぱり手元でできるの最高ですよ。この感動はやっぱりね、皆さんがご自身で触った時にね、体験していただきたいですね。ぜひプレイしてみてください。ではですね、任天堂スイッチ版についてご紹介させていただきます。ゲーム内容はですね、プレイステーション4版と同様ですが、特典など追加要素がありますので、こちらのご紹介をさせていただきますね。まずは特典です。任天堂スイッチ版にはプレイステーション4版の限定版特典デジタルシークレットファイル DLC と先着購入特典デジタルアートワークス DLC が全部入りです。いやこれはお得。さっきのみわちゃんの美味しそうなやつも入ってる。そうなんです。いる。さらにすごいデジタルアートワークスにはプレイステーション4版発売以降に描かれた追加イラストが9枚収録されております。すごい。もうそれだけでもね。そしてパッケージ版はですね、書き下ろしリバーシブルジャケット仕様です。リバーシブル。今ですね、松井さんに持っていただいてるんですけど、これねちょっとまだダミーなので、アトラスの皆さんがお手製で頑張って作ってくださったもので、本物ではないんですけれども、こういった感じになる予定です。これ裏見てくれる？すっごい。これは見せちゃっていいんですか？これ。いやたまらない。このイラストはエモエモのエモ。やった人はもうエモくて、これからやるよっていう人はこのエモさの意味がわかりますから、やれば。どっち飾ります？これ。困る。難しい問題ですね。これもう開いておく。バッと開いておくみたいな。開くとかっこいいですね。これいいですね。いいですね。めちゃめちゃかっこいい。背中合わせ。かっこいい。いや熱いな。かっこいい。いい。その他にも
プレイステーション4版とゲーム内容は同じなのですが、ちょっとしたおまけ要素で崩壊編のバトルで使用できる兵装が主人公1人につき2種類、計26種類追加されています。26種類。そんなに？意外とありますよね。だいぶありますね。何がちょっとしたおまけ要素？ちょっと？またゲーム中のボイスに英語音声も収録されますので、日本語英語の音声切り替えが可能です。英語版でも前回の生放送で聞いたマイ焼きそばパンエンジェルが聞けるんですね。そうなんです。聞けちゃうんです。すごすぎる。セリフはどんな風に訳されてるんだろうみたいなね。確かに。これ勉強にもなるんじゃないですか。なるかな。すごい。なるといいな。意外と私こういうの全部空耳しちゃうんでダメなんです。でもね、皆さんどういう風に翻訳されているかお楽しみに。はい。そろそろ番組終了のお時間となりました。早かったですね。あっという間。実はもう一つお知らせがございます。13騎兵防衛圏の公式ツイッターが開設されました。やったー。すごい。豪華プレゼントが当たるフォロー&リツイートキャンペーンもありますので、皆さんぜひ参加して13騎兵を応援してください。お願いします。この番組の感想もですね、ハッシュタグ13騎兵防衛圏2周年をつけて、ぜひツイートしてください。お願いします。今後もね、ますます盛り上がる13騎兵防衛圏をよろしくお願いいたします。お願いします。最後にですね、視聴者の皆さんにメッセージをいただきたいんですが、まずは石井さんからよろしいでしょうか。はい、今日も楽しい時間をありがとうございました。スイッチ版発売ということでね、まだまだ13騎兵防衛圏みんなと一緒に盛り上がっていけると思うと本当に嬉しく思います。ストーリー、バトル、グラフィックも全てにおいて神ゲーですのでね、まだプレイしたことない方はぜひぜひこれを機会に、最後まで噛み締めてプレイしてみてください。今日はありがとうございました。では最後にあら、高俊からも。高俊貴様たち、スイッチ版を買って肘置きの沼に浸かるんだ。いいな。ありがとうございます。ありがとうございます。沼にね。沼に使ってくれ。沼にようこそ。松井さんからもお願いします。はい、というわけで、13騎兵防衛圏、私は本当に美和ちゃんというサブキャラクターだったので、今日こうしてこういった場に呼んでいただけて本当に嬉しいなと思いますし、そのゲームがやっぱこうやって2周年を迎えてまだまだグッズが出たりとか、ツイッターが開設されたりとか、スイッチに移植になったりとか、そういう新たな動きがあるっていうのはやっぱり本当にたくさんの人に愛されている証拠だなと思いますので、本当に今日は美和ちゃんのことをいっぱい語らせていただけてすごく嬉しかったなと思います。スイッチでもぜひ楽しく遊んでほしいなと思います。今日もしかしたら13騎兵防衛圏のこと知ったよっていう方もいらっしゃるかもしれませんので、今日ね語ったことなんてもうめちゃめちゃ一部のことなので、もうやればやるほど本当にどんどん味が出てきて、これってこうだったのかなみたいなことも考察もすごくはかどるゲームだと思いますので、ぜひぜひ楽しんでこれからも遊んでみてください。じゃあ私もちょっと美和ちゃんからやったちょっとお言葉を嬉しい。皆さんたくさん美味しいものを食べながらスイッチ版遊んでくださいね。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。視聴者の皆さんも最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。任天堂スイッチ版13騎兵防衛圏は2022年4月14日の発売になります。明日の11月29日から順次予約開始です。任天堂スイッチ版をきっかけにまたファンが増えて13騎兵の輪が広がるといいですね。ですね。引き続きみんなの力で盛り上げていきましょう。お願いします。それでは最後に任天堂スイッチ版13騎兵防衛圏のプロモーション映像をご覧いただきお別れです。ゲストの石井さん、松井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。
球がどうなっているか知りたい。お前はセクター3の最初に封じた魔法使いはあの男だった。40年後の未来に俺は転移したのか。世界を滅ぼす最悪の元凶だ。世界を滅ぼす者の組織。あいつらに核爆弾を使ったのは箱舟計画。怪獣をぶっ飛ばせるかもしれねえ。ゲームオーバーでも交代はなしだ。特務機構が用意した別のユニットだ。騙されるものか。かっこつけすぎよバカ。インナーロシターには謎が多いんだ。人間は滅びる運命だったのよ。 DD426 地球を侵略に来た宇宙人の兵器。重郎は私のものよ。今の僕はあなたが作った。警告 D 信号接近。攻撃と防衛にチームを分けて行動する。やだ、なんで服が。敵が邪魔で進め。イージス起動を確認。ターミナルは完全に封鎖された。敵も消えた。どうなってるの？気を抜くな。新たな D の群れが接近している。んで俺がぶっ飛ばすのはドイツよ。すごい、一撃で倒せちゃった。いいぞ、暴れるのは俺に任せておけ。小難しいことは面倒だ。全部蹴り落としてやる。こんなの夢だと思いたい。あなたも未来人。誰も信用するなか。今追いかけなきゃ。私きっと後悔する。何としても見つけ出し千尋を取り返す。そんなの余計なお世話じゃない。恋に没頭ってわけにはいかないよな。なっちゃんを危険な目に遭わせるわけには。もう一度痛い目に遭いたいようだな。女子高生の寄り道は特権よ。限界なんざ関係ねえんだよ。早く薬を飲まないと。知らない方がいいこともある。それでも僕は君を守りたいんだ。13番機へ起動。それならさ、君がいる間歌を聴かせてくれよ。分かった。声が届く間は君たちとつながっている。